どうも皆さんこんにちは。プロゲーマーみなみです。今回ギルティギアストライブが発売されたということで、シリーズを初めてプレイする方や格ゲー初心者向けにシステム解説をしていきたいと思います。中には特に重要なシステムやそうでもないシステムもあるので、それは紹介する中で説明していきたいなと思うので、よろしくお願いします。では解説の方を始めていきたいと思います。このゲームは基本的に P、K、S、ハイスラ、D と、ボタンが、こういうボタンが5つあるんですけど、P、K は分かりやすいと思うんですけど、スラッシュ、ハイスラに関しては、もう本当に他のゲームでいうところの、弱、中、強、超強みたいな、そんなノリで考えてもらえればいいですね。で、このダストボタンが結構このゲーム固有のシステムというか特徴で、しゃがみながら押すと大体全キャラ足払いみたいなモーションが出るんですよね。足払いなんですけど、こんな感じで、回はこんな感じで、ソルはこんな感じなんですけど、これはほとんどのキャラが同じようなモーションしてます。で、これが特徴で、これがノーマル版で、発生が早くて当たったらちょっとよろけて終わるんですけど、最大加盟をするとこれ演出に入ってめちゃくちゃ減るんですよ。だいたい 4.5 割ぐらい減っちゃうんですよね。これがためダストっていうんですけど、あとはレバーを入れながら前ダストボタンで投げ、後ろ入れながら D でも投げで、空中投げも同じようにレバー入れ D で投げることができます。ここら辺がそのギルティの、特徴というか、攻撃ボタンの説明になるんですけど、少し特殊なのが、近距離攻撃と遠距離攻撃で技が変わっちゃうんですよね、このゲーム。そこが面白さでもあるんですけど、単純に近い時は S ボタンを押すとこのボディーブロー、両方ボディーブローなんですけど、こういうモーションが出て、遠いと、こういうモーションが出るんですよね。これを俗に近 S とか遠 S とか、略して、説明したりするんですけど、あとはそうですね、一番の特徴で言うとこの前パンチ、これ全キャラ持ってる固有の、システムみたいなもんなんですけど、基本的にこれソルの腰から上あたりまで無敵になるんですよね。俗に上半身無敵と呼ばれるものが付加されるんですけど、これで一部の地上戦勝ったり対空技で使うのは基本的にはメインになりますね。で、どういった形になるかっていうと、こんな感じで一方的に勝ちやすくなってるので、あとはこれはもう今作から追加されたシステムなんですけど、ダッシュボタンっていうのが存在するんですよ。これ今自分が設定したボタンを押すと、キャラクターが走ってくれるんですけど、これが非常に便利で、例えば後ろを押しながらボタン連打するとバックステップとかやってくれるんですよね、最速で。空中ダッシュ、地上ダッシュ、全部そうなんですけど、これは本当に便利なので、このゲームを頑張って練習したいって人は相当重要度の高いボタンになるんで、なるべく早めに習得できるといいですね。で、次になるのが俗に言う無敵技、例えばソルだったらこれボルカニックバイパーっていうんですけど、俗に昇竜拳ですよね、格闘ゲームで有名な技。基本その無敵があるんですけど、今回のギルティギアストライブから投げに対しての無敵がなくなったんですよね。これはかなりゲーム的に変わったなと思うポイントですね。今昇竜出てるけど投げられちゃったんですよね。ここも一応知っておいていただけると、崩す時に崩しやすくなるし、仮に動画見ててあれなんでボルカニックバイパーって言ってんのに投げられてんのってなったら、そういうことだと思っておいてください。これに関しては全キャラのこの昇竜拳と呼ばれる無敵技は投げ無敵が削除されてるので、
まあもちろん勝利権持ってないキャラクターはいるんですけど、まあその打つ際と見る際はまあそこは注意してください。では次にシステム周りの話になります。まあ、そうですね、いろいろまあシステムといってもあるんですけど、まあ、一番大事なこのソルの足元に点灯してるテンションって書いてあるゲージがあるんですけど、まあ、このゲージがとにかくこのゲーム大事なんですよ。っていうのがもう攻めでも守りでも何にでも使うゲージなんですよね。超必殺技を出すのにも使えますし、まあ、これが覚醒技と呼ばれている超必殺技なんですけど、まずこれを 50% で使ったり、バリアで使ったり、まあ、このロマンキャンセルっていうもので使ったり、もう何にでも使うものなので、すごいこのゲームのウェイトを占めるシステムなんですよ。まずはその貯め方から説明していきたいと思います。で、これがその貯め方になるんですけど、まあ、これは結構簡単で、その前に歩いたり、まあ、ダッシュをしたり、必殺技を出したり、まあ、相手に技を当てたり、ガードをさせたりとか、まあ、自分が殴られてもたまるんですね。ガードしてもたまります、ちなみに。貯め方は非常に簡単になります。で、その、まあ、ただたまるだけじゃなくて、このゲーム、その、アクティブと非アクティブっていう行動が、その裏で設定されてるんですよ。で、今教えた行動が、まあ、アクティブとされる行動で、じゃあ非アクティブって何なのって話になると思うんですけど、それは、まあ、後ろに下がる、バックステップをする、空中バックダッシュをする。まあもうまあ名前の通りですよね。あと画面端にしばらく籠城したりしても、非アクティブとされちゃうんですけど、その、まあ本当に悪いことだらけで、まず後ろに下がっても一切ゲージは溜まりません。まあ前に歩いてればこう溜まってるのを見ればわかると思うんですけど、で、さらに、この、デンジャーっていうこの警告なんですけど、この警告が発動されると、これが大変危険な状態で、まあ名前の通りなんですけど、右側の回のネガティブっていうアイコン見てもらえればわかるんですけど、このデンジャーからさらに非アクティブ的な行動を繰り返すと、ネガティブペナルティっていうのをもらってしまうんですよ。でそれはどういう状況か、どういう風になるかっていうと、このソルの今持ってるテンションゲージ、まあ2割ぐらいあるじゃないですか。まあ、これが仮に 100% あったとしても、0になります。で、0になった上に、一定の時間、ゲージが溜まりにくくもなってしまうので、まあ、かなりその試合の流れを変えかねない行動になってしまうんですよね。で、これが一回デンジャーが点灯してしまうとなかなか戻らないんですよ。これは今回特に厳しくて、もうなかなか治んないんですよね。これで例えば、こうちゃんと殴ってるじゃないですか。殴ってるのに、こう、一回出ちゃうと、マジすごいんですよね。なかなか、戻らなくて。ここはこのゲームのかなり難しいポイントになります。で、今ゲージを見てもらえればわかるんですけど、矢印が出てる間、ちょっとゲージ減っちゃってるんですよね、これ。これも結構辛くて、まあ、このゲームのもうすごい面白い部分でもあるし、難しい部分になると思います。距離を調節したり、バックステップをしようとすると、まあ、ネガティブペナルティになっちゃう可能性があるので、まあ、基本的には下がるより前に出る方が強いゲームではありますね。次はそのゲージを攻めに使う場合、どんな使い方があるか、まあ、守りに使う場合、どんな使い方があるかだったりを、まあ、説明したいと思うんで、説明していこうと思います。じゃあ、まず攻めからいきましょうか。まあ、さっき説明した通り、まあ、そのゲージ半分使って、まあ、まず覚醒技を打つことができます。まあ、これはちょっとキャラによって性能が違うんですけど、まあ、ご覧の通りダメージが高かったり、当たった瞬間にサイクバーストができなくなるんですよね。まあ、これはちょっと後で、追って、バーストっていうシステムに関しては説明するんですけど、まずはちょっとこれエフェクトで見にくくて、このままバッテンついてるのは、この間に、やられバーストっていう、緊急回避みたいなシステムが搭載されてるんですけど、それを一切することなく、まあ、要は当たったら確定でダメージが乗ると思ってくれればいいですね。で、次に、
ロマンキャンセルと呼ばれる行動があるんですよね、このゲームで。ボタンを3つ押しすると特定のエフェクトが出て、全部で4種類あるんですけど、赤、紫、青、黄色ですね。で、1個ずつ説明していくと、まず赤ロマキャンになります。これは主に何に使うかっていうと、例えば連続技を伸ばす時に使えるんですよね。こう、衝撃波で相手をぶっ飛ばして、なんかその、連続技になるような技をつなげたりとか、あとガードされて確定反撃受けちゃうような技をキャンセルして有利にさせることができるっていうすごい強い行動ですね。例えばこれとか、通常ここまで動けないんですけど、当てた瞬間に動けるので、確定反撃どころかこっちがもう含有利になってしまうっていう、本作追加された要素で、発動する直前に前々とか方向キーの要素を入れると、例えばじゃあ前ロマキャンしまったんですけど、こんな感じです。で、上ロマキャン。こうなって、ソルの挙動と相手の吹っ飛び方が変わるんですよね。これは確か4方向ですね。上、下、左、右か。西は正直何に使うのか分かんないんですけど、一応そういうシステムがあります。このロマキャンの衝撃波って相手が緩やかに落ちてきて追撃はしやすいんですけど、規定補正が乗ってそんなに減らなくなるんですよね。って言っても減るんですけど、このロマキャンのこの衝撃波を通常技とかでキャンセルすることができて、ロマキャンキャンセルって言うんですけど、ちょっとややこしいですよ。こんな感じです。をすると通常より減るようにはなります。簡単にやっぱゲームはやった方がいいと思うんで、一応頭に入れておくだけで大丈夫なシステムですね。で、次は紫ロマキャンになります。これは好き消しですね、主に。空振った時にボタン3つ押しするとこんな感じです。で、使い方としては一部の技はヒットさせないと出せないんですよ。昇竜拳空振りとかはできないんですけど、一番使うとしたらこれですかね。飛び道具打った瞬間に追いかける。すごい強力な連携ができたりするんで、主な用途としては空振りの隙消しだったり、飛び道具の隙を消して一緒に攻めていく形になります。あとはコマンド投げの隙とかも消すことができるので、飛ばれちゃったっつって逆に有利みたいな使い方も可能になっています。ニュートラルの状態でボタンを押すと青色の衝撃波が出るんですよ。で、この時計の歯車が回ってる最中に打撃を当てると相手の容疑時間が増加するんですよね。例えばこんな感じです。で、飛び方も変わったり、足払いが通常ダウンになるところがで拾えたりするんですよ。こんなものがあるんだなぐらいで聞いておいてください。で、最後に黄色ロマキャンになるんですけど、これは従来の格闘ゲームでいうところのガードキャンセルになりますね。ガーキャン打撃とか、昔ギルティでいうところのデッドアングルっていうガード硬直中に前パンのモーションが出て切り返してくれるっていうシステムがあったんですけど、それがなぜか今回衝撃波に変わったっていう話ですね。例えばこれです。で、これが結構万能なように見えるんですけど、穴もちゃんとあって、相手に衝撃波をヒットさせたらヒットさせた側が有利になるんですけど、衝撃波をガードされちゃった場合は確定反撃をもらってしまうので、用途を間違えるとゲージを 50% 使った上に確定反撃をもらってしまうって形にはなってしまいますね。ただやっぱり例えばソルだったら S、ハイとか基本的に2ヒット以上技を入れ込んで連携を組み立てたりすることが多いゲームなので、例えば S のところでガーキャンとかをする、ガードロマキャンをすると、ハイサイにちょうど重なったりするし、相手の連携の幅が読んでると狭くなっていくんで、強いシステムかなとは思います。これが4種ロマンキャンセルの、使い方になりますね。守りですね。説明してなかったのは、このボタン2個を押しながら
ガード方向に入れると、フォルトレスディフェンスっていうバリアを張ってくれるんですよ。その、どういうシステムかっていうと、まあ、見た目通りに、まず削りが無効化されるんですよね。必殺技とかって削れるんですけど、体力が。これをまず無効化してくれるのと、これが通常ガードです。で、これがバリアガード。ちょっと距離離れてませんかね。まあ、これも、このゲージを使って、ノックバックが増加するんですけど、まあ、守りに使う上ではすごい強いシステムになります。あとは、このゲーム、ガードも結構危険な選択肢で、今、ソルの、バーストって書いてある下に、紫色のゲージがちょっと溜まってると思うんですけど、これが、リスクレベルと呼ばれるゲージなんですよ。これ、0から100まで数字が設定してあって、まあ、ちょっといろんな技によって上昇値が変わるんですけど、これが最大値の100までいって、赤い状態になってしまうとびっくりマークが点灯して、どんな技を食らっても初段はカウンターヒット扱いになっちゃうのと、防御力が低下するんですよね。だからもうそれこそ 100% になった状態で一発打撃を放り込まれてしまうともう即死級のダメージを負ってしまうので、まあ、基本的には上げないようにしたいんですよね。フォルトレスディフェンスを使ったり、まあ、しばらくガードをしなければリスクゲージは下がっていくので、あとは攻撃をヒットしても減っていく形になっていますね。例えば、これで、まあ、今、露骨に減ったと思うんですけど、まあ、第3、第4のガードじゃないですけど、あって、この直前ガードっていうシステムがあるんですけど、まあ、別名直ガってやつですね。これが成立すると、今作ちょっと難しくなっちゃったんで、できれば強いんですけど、かなり難しいし、失敗するとなんかバックステップ漏れたり、ちょっとタッチガードが漏れたりするんで、まあ、できたら強いけどぐらいでいいとは思います。できると相当強いんですよね。で、あとは、フォルトレスディフェンスをしながら直前ガードをすると、まあ、直前フォルトレスディフェンスってまあ長いんですけど、まあ、両方の性能を合わせ持ったみたいな。まあ、削れることもなく、ガード硬直も軽減されて、さらにノックバックも上昇って、まあもう至れり尽くせりですよね。っていうのはあります。むやみやたらにやるんじゃなくて、このキャラの、この連携はちょっとしたいみたいなぐらいの感覚でお願いします。まあ例えば、これ有利なんですけど、これに直前ガードをなるべく合わせる練習をするとか、まあ普段はもう本当にノーマルガードかバリアガードで大丈夫です。バーストですね。これです。まあ、これが俗に言う、金バーストと呼ばれるものなんですけど、まあ、相手にヒットさせた瞬間に、テンションバランスが上昇するのと、ゲージが 100% 当てた瞬間に溜まって、相手をぶっ飛ばすことができるんですよ。まあ、これはまあ、起き上がりに技が重なってないと思ったら出したり、相手の低空ダッシュとかに結構対空で使えるんですよね。例えば、これをなかなか難しいじゃないですか、やっぱ最初対空って。でもサイクバーストだったらこういう感じで、まあ、割と有効な使い方かなとは思います。まあでも最初はやっぱり切り返しに使いたいと思うんで、まあ、これ俗に青バーストって言うんですけど、まあ青バーストメインになるかなと。これはやられてる最中にハイスラボタンと D ボタンを押すと、その切り返しのまあダメじゃないんですけど、まあ衝撃波を出すことができます。さっき言ったその金バーストなんですけど、一応リスクもあって、失敗すると金バーストがミスって、まあ、青バーストになったりもするんで、ここは注意ですね。あとまあガード硬直中にも出せるんで、用途はいろいろあると思います。ただガードをされると反撃は確定してしまうので、まあ、これもまあ両方よりを守って使っていきたいかなと思うんですけどね。で、まあ、あと1個システムというか、まあ、説明補足をすると、この衝撃波をヒットさせると、バーストのアイコンが3割残るんですけど、まあ、3割、まあ2割強ですかね。これが実は
衝撃波を当てない青バーストをしてしまった場合ゼロになっちゃうんですよね。これでそうですね、こうなった後はかなり回収が遅くなってしまうので、これはちょっと要注意したいかなと。なるべく、バーストその攻めて読まれてもいいから、衝撃波は当てたいですね、やっぱ。これがねまた結構難しいシステムになっちゃうんですけど、でガードでもね帰ってこないので、一応そのバーストの溜め方に関しては、時間とともに回収していく形になります。あとは攻撃を食らい続ければ溜まっていくシステムですね。で最後に、今作追加された、重要な要素なんですけど、ウォールブレイクっていうシステムになりますね。画面端限定のシステムで、この今パリンって画面端で割れたじゃないですか。ある程度画面端で空中コンボを決めたり地上でのけぞらせると、このモーション、貼り付けモーションが出るんですよ。でこの後に一発追撃をすると、画面が割れて、割れた衝撃のダメージが乗せられて、このポジティブボーナスってのをもらえるんですよね。このテンションゲージのところにプラスの矢印が働いてるんですか、これで。これは約10カウントポジティブボーナスをもらえて、それがどういう能力かっていうと、10秒間攻撃力防御力が上昇、あとはゲージ回収もめちゃめちゃ速くなります。速いっていうか、強化というか、回収率が上がるというか、テンションゲージをゼロにしてやりますね。こうしてこうしますね。もうものすごい回収ですよね。これも重要なシステム。多分画面端で置き攻めがループしないようにと、新しいことをしてもらいたいのかなっていう感じのシステムだと自分は思っています。でこれ一応注意点があって、一部のキャラしかあんまそういう状況にはならないんですけど、これ割るじゃないですか。割って10カウントゲージが溜まるっていうのはさっき説明したと思うんですけど、10カウント終わる前にもう1回壁を割ってしまうと上書きされないんですよ。だから例えば10秒のうちに7秒使いました、残り3秒をゲージ回収が増加している状態で割ってしまうと、割った後3秒間しか回収できないんで、ここはちょっと注意点になりますね。あとはその割り方なんですけど、これが通常の割り方ですね。これは完全に5分の状態になります。ポジティブボーナスを発動して、でこれがさらに性能差があって消費で割るんですけど、こうするとかなり有利な状況を作ることができるので、ここはそのプレイヤーの味の出しどころかなとは思います。割り方の選択ですよね。今回ちょっとざっとシステム説明したんですけど、重要度の高いシステムはこんな感じですかね。すいません、もうちょいちょっと短くまとめようと思ったんですけど、思った以上に時間がかかってしまったのと、面白いゲームだけど難しいゲームなんで細かいんですよね。ただここら辺を押さえておけば、動画勢したり新しくゲーム始めようってなった時に、細いにくくはなると思うんで、良ければ何回も聞いて覚えていただけると嬉しいですね。あとはこのゲーム本当によくできてて、チュートリアルモードだったりミッションモードっていうのが搭載されてるんですけど、もう一通りこれを覚えておけば何不自由しないでしょうっていうのをメーカーさんがちゃんと、お勉強の教材として用意してくれてるんで、これで足りないと思う人は、そこも見てもらえると嬉しいかなと思います。ではちょっと初めての投稿なんでちょっと至らない点もあったと思うんですけど、長い時間視聴していただいてありがとうございました。